みなさん、こんにちは。よしえです。今日も私の動画を見てくれてありがとうございます。このチャンネルでは日本語のリスニングのための動画がたくさんあります。今日は自然な日本語が聞ける1時間のポッドキャストです。ぜひ時間がある時にリラックスして聞いてもらえると嬉しいです。はい。9月になりましたね。元気にしていますか？皆さんの国はまだまだ暑いですか？日本もまだまだ暑い日が続いているんですが、8月よりは過ごしやすくなってきました。8月は35度とか6度の日が毎日だったんですが、最近は32度とか31度とか、それくらいですね。はい。なので、まだ汗はかくんですけど、前のように体がもうずっと疲れているみたいな感じではなくなりました。はい。よかったです。そして今、実は日本の南の方を台風が通り過ぎています。台風が通り過ぎています。昨日の夜は少し強い雨が降っていましたね。何時間か忘れたんですけど、結構長い間雨が降っていました。そして朝になったら雨が止みましたね。風もちょっと強かったように思います。でも多分私の住んでいる地域はもうこれ以上雨は降らないと思いますね。はい。皆さんの地域では台風がよく起こりますか？日本は8月、9月は台風がとっても多いんですよね。よく台風で被害が出て、大変な思いをする地域の人もいます。今年はまだそんなに大変な被害が起こっていないので良かったです。で、このね、台風の時期が過ぎるとかなり気温が下がって日本は秋になっていきますね。はい。で、今回の台風、日本では台風15号って呼んでます。15個目の台風。そう、2025年はこれまでに15個の台風がありました。これは私はずっと日本で起きた台風の数を数えていると思っていたんですが、実はこの日本とか韓国、台湾とかフィリピン、あとはグアムとからへんのこの海を囲む国々の地域で発生した台風を数えているそうです。この日本の周りの国々で起こった台風が現在15個目ということですね。そして面白いことを最近ニュースで読みました。それぞれ名前があって、その名前は14カ国の台風委員会という、この集まっている、国が集まっている、なんかチームみたいなのがあるんですけど、そこでみんな各国が10個ずつアイディアを出してリストを作っているそうです。14カ国が10個ずつ名前を出しているので、140個名前のアイディアがあるそうです。今回の台風15号はペーパーと呼ばれているそうです。ペーパー。日本ではね、基本的に
名前ではなくて、この台風15号とか台風14号っていう風に言うので、今の名前がペーパーだということを私は今日知りました。調べていて知りました。そう。で、ペーパーはマカオが用意した名前らしいんですよね。そう。で、魚の名前が元になっているそうです。面白いですよね。そうそう。なので、140個の名前リストがあって、毎年20とか30くらいの台風がこの周りの国々で起こるので、だいたいどうですかね、4年、5年、6年くらいでそのリストは使われるそうです。知らなかった。で、日本で用意した名前がすごく面白くて、日本はやっぱり日本っぽい名前で、ヤギとかウサギとかクジラとかをこうリストに入れているそうです。いつ日本が用意した名前が台風の名前になるか、ちょっと楽しみですね。うん。はい。こういうちょっとした台風の豆知識。うん。豆知識というのは、ちょっとした、インフォメーションですね。はい。で、今日はちょっとやりたいことがあって、レディットというサイトを使って話をしたいと思っています。レディットを知っていますかね？これはアメリカの掲示板ですね。アメリカでよく使われているサイトで、みんながいろいろなトピックについて話をしている場所です。で、本当にいろんな、トピックがあるんですが、今回私が選んだのは、日本に行った時のカルチャーショック。はい。日本でのカルチャーショックについて、レディットのコメントを読んで、みんながどういうふうに考えているのかな、どういうことに驚いているのかなっていうのを見たいと思います。はい。うん。で、このレディットっていうサイトを使っている人は、多くがアメリカとか、英語圏の人たちですよね。なので、そんなこと思ってないよっていう国の人もいると思うんですけど、私が日本人として読んで、面白いな、そういうこと思うんだっていう新しい発見もあったので、読むだけではなくて、私もそれについていろいろ話をしたいと思います。はい。では、一つずつ読みたいと思います。一つずつ読むと言っても、結構似たようなコメントがたくさんあるので、まとめて、一つ一つを読むというか、こういう意見があったよ、こういう意見があったよっていうのを私が自分なりにまとめて読みたいと思います。はい。まず、すごく多かったコメントは、ゴミがとても少ないのが印象的でした。そもそもゴミ箱があまりない。見当たらないんですよね。というコメントを見ました。そう、ゴミ箱が日本は本当に少ないですよね。これはみんなね、ネガティブなコメントがすごく多かったように思いますね。この何か食べたりした時に出たゴミをどうしたらいいんだ、家に持って帰ったらいいのかみたいな、日本に対する文句、クレームっていう感じのコメントが多かったですね。皆さんはどう思いますか？
日本に来た時に困りましたか？これはね、実は結構日本人も困るといえば困るんですよね。特に観光地に行くと、日本って小さなお店で何かを買って食べながら歩く、観光するということがよくあります。お団子とか、たこ焼きとか、何でも結構お店の中に入らずにテイクアウトすることがよくありますよね。そういう時に出たゴミを捨てる場所がないんですよね。これはもちろん理由がちゃんとあって、少し前にあったその電車でのテロ事件がきっかけというふうに言われていますね。ゴミ箱が多いと、やはり爆弾とか危険なものをそこに置くことができてしまいますよね。なので、それ以降、かなりゴミ箱の量は減ったと言われていますね。あとは、単純にゴミを片付ける、ゴミを処理する作業ってすごくお金がかかりますよね。なので、そのお金を節約するためとか、ゴミを置くと街が汚れるとか、そういういろいろ考えられる理由がありますね。で、ゴミ箱を置いている国でも、そのゴミ箱の周りにいっぱいゴミが捨てられて、街がね、汚れている場所もいっぱいありますよね。なので、ゴミ箱を置いて、みんながめちゃくちゃゴミを捨てたら、当然入りきらないゴミが外に溢れてしまうので、あまり綺麗に見えないですね。そうそう。そういう意味で、日本はゴミ箱が少ないので、結構みんなもう家に持って帰るとか、観光で行っていたらホテルに持って帰ることが当たり前になっていると思いますね。もちろん、外で何かテイクアウトして食べ終わったら、もともと買ったお店に渡せばそこで絶対捨ててくれますね。そう。でも、歩きながら食べていて、また戻って捨てるってめんどくさいですよね。なので、私はいつもゴミ袋を持って歩いてますね。カバンにね、つけることができるゴミ袋の小さいケースみたいなのがあるんですよ。で、そのゴミが出たら、そこからゴミ袋1枚出して、で、そこにゴミを入れて持ち帰りますね。私は今、車社会に住んでいるので、歩くことがそんなにないんですよね。なので、そんなにすごくめんどくさいなとは思わないですが、電車で生活している人たちはすごくめんどくさいですよね。駅のプラットフォームにはかなりゴミ箱があるので、例えばその駅の近くで何か物を食べて、で、ゴミは駅のプラットフォームで捨てるっていうことは可能ですよね。皆さんの中で実際に日本に旅行した人はゴミをどうしていましたか？ね、街中には本当に少ないので、皆さんがどうしていたかがすごく気になります。はい。ぜひ、もしこれから日本に行くよっていう人は、ゴミ袋を持っていくことをお勧めしますね。100円ショップとかにそういうコンパクトなゴミ袋が10枚入ったケースとか売っているので、
そういうのを買ってみるのもいいと思いますよ。はい。では、次のコメント。多くの人はお互いにドアを押さえて待つ習慣がないようです。自分の地元ではよくそれはするので、ちょっと不思議に感じました。というコメントです。意味がわかりますか？例えば、コンビニとかに入るときに、自分がドアを押して入ったすぐ後に人がいたら、皆さんはどうしますか？次の人のためにドアを押さえて待ってあげますか？ドアマンみたいな役割をしますか？この書いた人は、日本人はそれをしないという、と言っていますね。これについては、人によると思いますね。やる人もいるし、でも、海外よりは少ないと思いますね。確実に少ないと思います。私は結構、やってしまいますね。もし、後ろの人が近かったらやりますね。おじいちゃん、おばあちゃんとか、小さな子供を連れた人とかなら、特にやります。が、この、やらない人の気持ちというのは、めんどくさいとか、なんか優しくないとか、そういうことでもなくて、相手、その後ろの人が急がなきゃいけないっていうのが、かわいそうって思っている人ですね。そうそう。抑えてくれたら、急いでそこを通らなきゃって、日本人は思うんですよね。抑えてくれてるのを、無駄にしてはいけないとか、待たせてはいけないとか、そっちで気を使うんですよ。なので、そうですね。本当に海外に行くと、みんな抑えてくれるので、不思議に思うかもしれないですね。日本だったら。まあでも別に抑えてもいいし、抑えなくてもいいし、どっちでも日本はいいと思いますね。抑えてくれたらみんな、ありがとうございますって感じにはなると思いますけどね。どうなんだろう。東京だとちょっと違うのかな。東京と私が住んでいるような、ちょっと地方と呼ばれる東京から遠い場所だと、やっぱりね、なんかちょっと違うんですよね、文化が。東京は本当に一人一人がすごくプライベートスペースを大事にしていて、相手とあまり関わらないようにするということが優しさでもあるんですよね。そう。私が住んでいる地域は、もう少しなんていうかな。人と人が関わっても別におかしくない地域なので、ドアを押さえるっていうのは別に珍しくはないですね。はい。では次のコメントを読みます。エスカレーターがすごく秩序だっていて、ちょっと難しいですね。日本語が。エスカレーターがすごく、ルールが決まっていて、遅い人用の列と速い人用の列があるのに驚きました。どうやってみんながそれを学んだのか気になります。学校で教わるんでしょうか？はい。日本では、エスカレーターっていう動く階段ですね。動く階段が、すごくルールがきっちり決まっているんですよね。右に立つとか、左に立つっていうのが、県によって、地域によって違って、例えば、東京だと左に立つんですよ。みんな、一列にバーって左に立って、で、右が空いている状態ですね。なので、
すごく急いでいる人は右を通っていくんですけど、多くの人は右が空いていて通れるのにずっと待っています。ずっと待って、長い、もう東京とかすごくエスカレーター長いので、その長いエスカレーターを静かに待っています。面白いことに、これは関西だと、右に立つのが普通なんですよね。で、左を急いでいる人が通るっていう感じです。で、私が子供の頃は、高知県というところに住んでいて、あんまりこのどっちかに並ぶっていう文化はなかったと思うんですよ。というのも、人が少ないので、そんなに列にならなくても邪魔にならないっていうか、どっちに人が立ってても、人と人の間がめちゃくちゃ空いてるので、別にどうでもいいっていうか、何でもいいっていう感じだったんですよ。それで私が大学に進んだ時に、関西で、みんなすごく並んでる。なんでって思ったと思います。で、どこで学んだんですか？学校で教わるんでしょうか？っていうふうにこのコメントを書いた人は言っているんですけど、みんなね、教わるというか、慣れる。前の人が右に立っているから、右に立つか。左に立っているときは左に立つか。っていう感じで合わせるんですよね。教わって勉強したわけではないですね。なので、もちろん関西の人も関東に旅行に行くじゃないですか。で、関東の人も関西に旅行に行きますよね。そういう時は、もう前の人に合わせるんですよ。そうだった、そうだった。こっちの県ではこっちに立つんだ。みたいな感じで、前の人に合わせますね。そう。で、この質問を見てから、私は、どこの県が関西と関東の境目なんだろうと思って、境目というのは間ですね。どこでこの右と左に並ぶのが変わるのかと思って見てみたんですよ。そしたら、愛知県とかは東京の文化らしいんですよ。で、基本的にはほとんど関西の右に並ぶっていうのは、関西だけなんですよね。そう。なんか、わからなくなってきた。そう、関西は右に並ぶ。で、その他の県は左に並ぶ。ということがあるみたいですね。はい。こうなった理由を話すと、ちょっと、なんかね、大阪万博が数十年前にあった時に、アナウンスで左を開けてください、みたいなアナウンスがずっと流れていたそうなんですね。なので、関西では左を開けて右に並ぶっていうのが普通になったそうです。それまでの、日本のルールとしては、東京文化で右を開けて左に並ぶっていうのが普通だったんですよね。そうそう。だから、大阪万博があった地域だけ、ちょっと違うルールが使われているそうですね。ちょっとなんか右とか左とか言いすぎて、自分もなんかよくわからなくなってしまったんですけど、はい。こんな感じです。もし旅行したときは、前の人に合わせるといいと思います。はい。すぐわかりますね。前の人が、列になっているので。見たらすぐにわかります。はい。次のコメントは、一人で
食事をするのが普通なのがいいですね。一人で何かするのが自然に受け入れられている文化がアメリカにもあればいいのになぁと思いました。というコメントです。はい。アメリカの文化にあまり詳しくないですが、一人で食事ができないですか？一人で食事すると変な感じになりますかね？外食で、例えばカフェに一人で行くとか、カフェはいいのか。レストランに一人で行くのがちょっとおかしいんですかね。日本ではこのコメントにある通り、一人で焼肉に行くとか、一人で、一人で、お寿司を食べるとか、全然普通ですね。もう全く問題がないですね。ラーメン屋さんとかも一人で来ている人ばっかりです。ファミリーももちろんいますけど、その人数を誰も気にしていないので、これは日本では普通のことですね。でも私はあまり一人焼肉とか、一人でお寿司とかは食べれるけど、一人で焼肉は行ったことがないですね。焼肉というのは結構肉を焼いて、で、焼き終わったやつを食べるっていう、なんていうか仕事が多いですよね。仕事が多いので、お寿司だともう出てきたやつを食べるっていう、それだけなので、仕事が少ないですよね。なんか焼肉みたいな、やらないといけないことが多いときに、一人だとちょっと寂しいですね。焼きながら、楽しいね、楽しいね、みたいな会話ができた方が、私はいいなと思うので、店によります。皆さんはラーメン屋さんに一人で行けますか？お寿司屋さんに一人で行けますか？どうでしょうか？はい。次のコメントを読みます。広告が文字だらけなのも印象に残っています。アメリカのモールでは写真や映像が流れているのに、日本のモールはとにかくテキストで埋め尽くされている感じ。そうなんですね。そうですよね。日本の、注意書きっていう、注意してください。何々しないでくださいっていう、張り紙が多いなっていうのは感じていました。知っていました。でも、アメリカは写真や映像でそれを伝えるんですね。そうか。多分日本は本当に、これをしないでください。これが危険です。みたいな、注意する、テキストがすごく多いですね。例えば、トイレに入ったら、トイレに、トイレをきれいに使ってくださいっていうのを、4カ国語ぐらいで書いていますね。だからその短い文章だけど、もう4つ文章があって、前にその文章があると思ったら、右のボタンがいっぱいあるところに、これは何々のボタンで、これは流すボタンで、みたいな、こっちにもいっぱい使い方の説明が書いていて、で、出ようと思ってドアを見たら、スマートフォンを忘れていないですか？カバンを忘れていないですか？みたいな、お知らせも目に入ってきます。本当にね、だから、目から入る情報がすごく多いですね。知らない、気づかないうちに、たくさんの文章を読んでいると思いますね。皆さんの国はどうですか？観光地が多いところとかで、他の国の人が
いっぱいいると、どうしても注意したり、こうですよって教えてあげる文章が必要になってくると思うんですけど、どうなんでしょうか。うん。なんかあんまり注目して海外のトイレとか見てこなかったので、わからないですね。ぜひ教えてください。はい。次は、サンフランシスコだと、ホームレスや薬物中毒者をよく見かけますが、日本ではむしろ酔っ払ったサラリーマンが歩道で寝ている姿をよく見ます。はい、面白いですね。そうですね。日本はホームレスがいるんですけど、あまり目立つところにはいないんですよね。駅とか、街中にいるわけではなくて、川の見えないところとかで生活している人がよくいますね。はい。で、薬物中毒者もあんまりいないと思いますね。うん、私は生活をしていて見たことはないですね。で、酔っ払ったサラリーマンは本当にめちゃくちゃいっぱいいて、特に夜の駅とか、夜の、その、あの、居酒屋がいっぱいあるエリアとか、そういうところでは酔っ払った人、たくさんいます。でね、歩道で寝ている姿をよく見ますっていうのも本当です。私が、大学時代に、アルバイトをしていたんですけど、アルバイトから帰るのがすごく遅い日があって、12時くらいに道を歩いていたんですよね。そしたら、すっごい暗くて明かりがないところで、道を歩いていたら、大きな何かが、あの、私の隣にゴロンって横たわっていて、何これと思ったら、サラリーマンのお兄さんが寝ていました。そう。ね、真っ暗だったんで、めちゃくちゃびっくりして、みたいになったんですけど、なんかそれがね、怖いとは思わなかったんですよね。寝ちゃったんだな。こんなところで寝て大丈夫かなと思って、ちょっと声をかけました。トントントンみたいな。大丈夫ですか？ここで寝たら風邪ひきますよ、みたいな感じで、ちょっと話しかけたんですけど、全然なんか動かなくて、もちろん息はしていたので、しょうがないかと思って、ここで朝まで寝るんだろうなと思って、そっとしておきました。そんな感じで、道とか電車の中で、寝ちゃっている人はすごく多いですね。なんでなんでしょうね。そうやって、地面で寝ていても、治安がいいので、風邪はひくけど、何か殴られるとか、何かを取られるとか、そういうことがないのも理由かもしれないですね。みんな安心して酔っ払うことができているのかもしれません。うん。危ないですけどね。自転車とか通ったら大怪我しますよね。危ないなと思いました。はい。では、次はちょっとネガティブなコメントを見つけましたね。緊急時、何か問題が起きた時の対応については少し驚きました。誰かが転んだり、助けを必要としていても、周りの人はあまり手を差し伸べないように見えます。手を差し伸べるっていうのは、助けるっていうことですね。はい。これはどうなんだろうな。そうですね。ちょっ
とそういうところは、日本人はなんか冷たいのかなって思うことがありますね、私も。例えば、電車の中とかで、なんだろうな、チャリンチャリンチャリンってお金を落としちゃったりとかするじゃないですか。そういう時に、目の前にお金が落ちてきたら拾うんですけど、なんか、黙ってみんなでなんかやる感じなんですよね。多分、海外の多くのところとかは、結構みんな積極的に助けてくれたりしますよね。例えば、大きな荷物、スーツケースを持って階段を上がる時とかも、どこかな、いろんなところに私は旅行したことがあるんですけど、ヨーロッパとかは絶対に誰かが持ってくれますね。女性が一人で重いものを持っていたら、必ずと言っていいほど誰かが助けてくれるんですよね。でも、日本は、そういう重い荷物を持っている人を助ける文化はないですね。残念ながら。助けてもらったことがあんまりゼロじゃないけど、あんまりないように思いますね。なんかそっとしておいてあげようって思う人もいると思うし、忙しくてそんなに人を助ける余裕がないっていうのもあるかもしれないですね。これは本当にでも、このコメントをした人の言う通りかもしれないですね。なんかもうちょっと困っている人を助けてあげたらいいんじゃないかなって思います。そうですね。はい。では次のコメント。夜の東京の静けさにもびっくりしました。静けさというのは静かということですね。たまにカラスの鳴き声やサイレンが響くくらいで、街全体がとても静か。道路沿いでも車やトラックの音がかなり抑えられているし、不注意な他人の行動で危険に巻き込まれる心配もあまり感じませんでした。静かですよね。東京も静かなんだ。なんかあんまり、東京はうるさいっていうイメージが私はあるんですけど、このコメントをした人は、東京も静かって言っていますね。そう、私が住んでいるエリアもめちゃくちゃ静かですね。今こうやってマイクを使って動画を撮っていますが、マイクを使わなくても多分綺麗に私の声が入るぐらい音がしないです。他の音が全くしません。多くの国でやっぱりクラクション、車のクラクションを鳴らしたり、あとは道路工事の音とか、なんか本当にいろいろな音が街中でしていますよね。日本はね、なんてなんだろうな。なんかクラクションを鳴らすことは、あまりいいこととされていませんね。よっぽど危険がある時とかじゃないと、できるだけクラクションは鳴らさないようにしてください。というふうに、車の学校で習うんですよね。あまりにもなんていうか、相手に、アグレッシブになってしまう。ちょっと攻撃的に感じる人がいるので、できればやめてください。というふうにね、言われていますね。そう。じゃあ次、読みます。日本では本当にちょっとしたことでもすぐにすみませんと謝る人が多いですね。私が育った環境では謝るのは最後の最後。そう。
言い訳とかも全部使い切ってからみたいな感じだったので、かっこ笑い。日本で小さなことでもすぐ謝るのを見て結構ショックを受けました。妻は20年以上ヨーロッパに住んでいますが、それでもこのつい謝ってしまう癖は抜けないんです。そうか。そうですね。すみませんはめちゃくちゃ便利な言葉なので、すみませんイコール謝る言葉ではないんですよね。謝る言葉もありますが、ありがとうっていう言葉の代わりにすみませんを使う人もすごく多いし、呼びかけ excuse me の代わりにすみませんを使う時もあるので、便利すぎてみんなすいません、すいませんってよく言っていますね。これは癖になってますね。確かに。で、ありがとうっていう言葉の中に日本人は、例えば何か手伝ってもらって、すいませんって言ったとして、そのすみませんの中には、ありがとうが入っているけど、ごめんねも入っている。みたいな風に感じている人がすごく多いと思いますね。英語の、なんていうか、sorry って、ありがとうは含まれてないんですよね、多分。多分、ごめんなさいだけだと思うんですけど、日本の場合は、すみません、本当にっていうのが、ありがとう、手伝ってくれてありがとう、大変だよね、ごめんねっていう、どっちもの意味がありますね。はい。便利なんですよ。そうそう。みんな、やっぱりそういう、この、すみませんとありがとうを混ぜて使うのが、一番感謝が伝わるっていうふうに思っている人も多いんじゃないかなと思いますね。はい。次。深夜1時に小さな女の子や10代の子、女性やお年寄りの女性が一人で暗い道を歩いて帰っているのをよく見かけました。それでも誰にも絡まれたり襲われたりしないんです。はい。小さな女の子が深夜に歩いていたらちょっとびっくりしますけど、そうですね。大学生とかは深夜も歩いていますよね。私も学生時代は夜中の12時までアルバイトがあって、12時20分の最終の電車に乗って帰るとか、もうやっていましたね。でも、その時間でも街にはいっぱい人がいて、女性もたくさんいたので、怖いことはないですね。ちょっと真っ暗な道を歩くっていうのは、怖い地域もあると思いますね。なので、日本だから絶対安心というわけではないんですが、比較的安全にみんな歩くことができます。これが本当に他の国だとそうはいかないですよね。多くの国で夜になって暗くなったらもう女性は一人で歩けないという国が多いですよね。で、次のコメントがすごく面白くて、私もびっくりしました。そうだわ、と思ったんですけど、この前行ってびっくりしたのが、靴屋の店員さんが普通に靴を履かせてくれることにびっくりしました。すごく近い距離だったので、マスクお願いって祈っていたっ
っていうコメントです。はい。靴屋の店員さんが靴を、売るとか、靴を試着、試したいときに、はい、じゃあちょっとここに座ってくださいって椅子に座らせてくれて、で、じゃあちょっと合わせますねって言って、靴を履かせてくれます。で、その、紐とかをしっかりこうキュッキュッキュッって結んでくれて、どうですか？ちょうどいいですか？あ、ちょっとちっちゃいですね。ちょっと大きいですね。みたいな会話をすることがよくあります。うん。このコメントをしてくれた人は、その靴を人に履かせてもらうっていうのがすごく新鮮だったんでしょうね。で、それですごい店員さんと距離が近かったから、なんか、口の匂いが気になったのかな？自分のマスクお願いって祈っていましたっていうのが面白かったですね。うん。これは他の国ではやらないですか？うん。みんな靴の試着をするときは自分で履きますか？うん。日本で、まあ、やるお店、そうやって店員さんが履かせてくれるお店と、そうじゃないお店が、まあ、あります。どっちもありますね。うん。でも、履かせてくれるお店の場合は、万引きの防止とか、あと、高級な靴の場合は、こなんか形を崩してしまわないか、壊してしまわないかとか、そういうこともあるみたいですね。心配して、まあ、店員さんがやっているっていう、パターンもあるみたいです。なんかね、みんな外国人の人が来て、そうやって足元に店員さんが座って、いろいろサービスしてくれるというのが、まあ、なんか召使いみたいに見えるのも、ちょっとびっくりするのかなと思いますね。うん。はい。驚きますね。はい。では、次。セブンイレブンでお酒を買うのが面白かったです。20歳以上ですっていう確認ボタンをピッと押すだけで1ドルくらいのビールやチューハイが買えちゃうんですよね。しかもそのまま外で飲んでても誰も気にしないんです。うん。そうなんですよ。最近は、20歳以上ですっていうボタンをスクリーンに出して、それを押すと、もう、なんていうか、はい、20歳以上ですねっていう風に認めてもらえるんですよ。なんかこれ本当に私も意味があるのかなってよく思っているんですけど、まあ、そういうルールになっています。で、まあもちろん私とかはどう見ても20歳以上なので、はい、20歳以上ですっていうボタンを押しても、店員さんは何にも言ってこないんですけど、もし高校生とかがそのボタンを押したら、店員さんは、本当ですか？ちょっとあなたの、身分証明書 ?ID を見せてくださいっていう店員さんもいるらしいですね。うん。どう見ても若すぎるだろうっていう時は、お酒を買わせてもらえないみたいです。うん。でもやっぱり店員さんも人間なので、ちょっとこう、なんか悪そうな高校生とかが、このコンビニなら店員がこう優しいから、このコンビニでお酒買おうぜみたいに狙われるケースもあるみたいなんですよね。で、そういう時に、やっぱり店員さんによっては怖くて、もう、スクリーンのボタンを押すだけで売ってしまうみたいなパターンもあるというふうにね、ネットで読みました。大変ですよね。コンビニの店員さんも。なんか、警察じゃないので、やっぱり怖い人には、もうスルーしちゃうっていうのも気持ちはわかりますね。はい。うん。
で、外で日本はお酒を飲んでもいいので、例えば、コンビニでお酒を買って、東京の道でよく座って飲んでいるような人もよく見ますね。それで、ゴミをそこに捨てていってしまって、渋谷の街とかがすごく汚れているっていうふうに聞きますね。なので、もし日本でお酒をコンビニで買って、外で飲む人は、もちろんその缶とか、ゴミは家に持ち帰らないとダメですよ。はい。持って帰ってくださいね。で、次。日本に来て3ヶ月、サラリーマンとして働いていますが、飲み会文化は本当にすごいですね。取引先っていうのは、一緒に仕事をする他の会社との契約をまとめるときや、上司と一緒に飲みに行って印象を良くしようとするときは、自分が限界まで飲まないといけないこともあります。同僚の9割くらいは毎日飲んでいます。仲間と一緒だったり、家で一人だったり、たまに飲みすぎて駅で寝ちゃうこともあるけど、それも普通。通りがかった人が水を置いていったり、警察が助けに来て、おにぎりや味噌汁を渡してくれることもあるそうです。本当にそう、このコメント見てすごくびっくりしましたね。警察が来ておにぎりとかお味噌汁くれるのかな？それは優しすぎますよね。でも本当に社会人というか、サラリーマンの飲み会文化は結構大変っていうふうに聞きますね。私はもう、会社で働いていたのはかなり前だし、私の所属していたチームは全然お酒を飲むチームじゃなかったので、飲みに行くことはほんと3ヶ月に1回とかくらいしかなかったんですよね。でもやっぱり、他のお客さんと飲むことで、コミュニケーションを取らないといけない部署もありました。ノミニケーションって言ったりもしますね。飲むことがコミュニケーションになるので、ノミニケーションって言ったり、そういう言葉があるくらい、お酒を飲むことが大切っていうふうに考える人もいます。そうか。同僚の9割くらいは毎日飲んでますって書いてますけど、毎日飲むの大変ですよね。皆さんは毎日お酒を飲めますか？もしお酒を毎日飲んでいる人も自分の好きな人と飲みたいですよね。そんなお仕事相手の人と毎日飲まないといけなかったら結構ストレスを感じてしまうと思いますね。このコメントを書いている人は海外から日本に働きに来て3ヶ月でそんなに日本人と同じような感じでお仕事相手と飲むってすごいなって思いますね。何の仕事してるんだろう。面白い。はい。こんな感じでいろいろなコメントを読みました。どうでしたか？もう本当にね、たくさんいろいろあって、ネガティブなコメントもたくさんあったし、ポジティブなコメントもそれ以上にたくさんありました。もっとネガティブなコメントがあるかなって思っていたんですよ。というのも、やっぱり英語でみんな書いているので、
日本人が読むことってそんなにみんな、予想していないと思うし、自分の思ったことをそのまま書いている人が多いと思うんですよね。なので結構日本のことを悪く言う人もいっぱいいるんだろうなと思っていたんですけど、なんかね、そんなにみんな冷静に書き込みをしているので、見ていて、そっかそっかっていうふうに、なんか参考になりました。勉強になりました。多分私の今回検索した言葉がカルチャーショックインジャパンみたいな、そういうので調べたので、こういう、なんていうか、いいコメントと、なんかネガティブなコメントと、なんか混ざっているような感じのページだったんですけど、もっと検索の言葉を変えると、内容は変わると思いますね。例えば、ちょっと気になっている検索ワードは、なんか、日本の悪いところみたいな。日本のこういうところが苦手とか、そういうふうに調べたら、もっと普段ストレスを感じている人のコメントが見れるのかなとも思いました。はい。どうでしょうか。皆さん、もし、こういうレディットみたいな他のサイトがあれば教えてほしいし、レディットでこういうワードで検索してほしいとか、そういうリクエストがあったら、ぜひ教えてください。なんか、この1時間のポッドキャストのスタイルが私はとても好きなんですよね。自由に話せるし、実際にこの1時間のポッドキャストで勉強になるっていう人がとても多いので、すごくね、作っていて楽しいです。でもやっぱりなんか、話すトピックが常に新しいのが必要なので、こういうレディットとか、皆さんのコメントとか、いろんなものを使いながら、これからも動画を作っていきたいなと思っています。なので、例えば、こういうトピックで話をしてほしいというリクエストがあったらいつでもウェルカムです。はい。では、今日も1時間くらい話をしました。ぜひこの動画へのコメントといいね、あとは、サブスクライブをよろしくお願いします。そして、この1時間のポッドキャストのトランスクリプトを私は作っていて、結構もう何十ページ、なんか何十ページにもなります。40ページ以上のトランスクリプトを私のペイトリオンで発信しています。それを使って自然な言葉のシャドーイングとか、そういうことに皆さん使ってくれていると思うので、必要な人はぜひ私のペイトリオンにアクセスしてみてください。はい。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。